ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりじじいじゃ。前時の連邦サイドミッションも第11回目。今日もやっていくのね。今回は連載始まって初のピンチを迎えるわしの様子を伝えるぞい。じいさんがピンチってそれだけでゾワゾワするわね。というわけでボールのりの間で流行った宇宙世紀の料理ミートボールで口の中をやけどしながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。さあ、行くぞ。さてさて、やっていくとするぞい。前回はブラックフライデーならぬオデッサデーということでポイント5倍還元祭りなのでダブデを購入。思い切って購入したものの置き配したらジムとガンタンクに破壊されておった。あれは置き配だったのか。今度は同時に買ったビッグトレイを置き配泥棒から守るミッション。迫り来るジオンの置き配泥棒を打ち倒し購入したビッグトレイを守るのじゃ。どういうミッションなのか。置き配泥棒のやる気を削ぐために赤いキャノンを選択。そして容器には薄ピンクの陸戦型ジムを選んだ。二人合わせてジムキャノンです。別モビルスーツになっとるがな。さてさて、この動画をアップしている時点で世の中はブラックフライデー真っ只中なわけじゃ。わしも色々購入したわい。このタイミングはついつい買ってしまいがちね。それにしても置き配は便利じゃな。いちいち玄関先で対応しなくなったから便利になったわね。不在の時は配達員の人に申し訳ない気持ちになりつつ、再配達の手配が面倒じゃと思ってしまうのじゃごめんなさい。いちいち受け取り対応って面倒なのよね。玄関先に置いていってよいのにって思ってたわ。昔は近所の家に預かってもらったりしてたよな。あったあった、隣の人に預けましたみたいなのが入っていて、お隣さんに取りに行ったりしたわ。すみません、お隣留守なんで荷物預かってもらっていいですか？なんて配達の人が来てたりもしたな。昭和の風景よね。のどかで平和な時代じゃったな。近所付き合いもあったし、荷物を預ける信頼感が半端ないな。今が世知辛いのよね。今そんなことしたら、個人情報だプライバシーの侵害だとかなるわよね。置き配も便利じゃが海外の事情を見ていると盗難とか当たり前のようにされているみたいじゃしな。日本も近いうち同じようなことになるんじゃないかと不安でしかないわい。こんなクソ便利な仕組みは絶やさないでほしいわ。というわけでこんなクソ便利な仕組みを悪用する日記ジオン兵を駆逐していこうという今回のミッション。前回の動画でこんなコメントが来ておった。あら、連邦中盤の難所みたいね。難所というよりは面倒なところらしいのう。わらわらと湧き出る敵をどんどんやっていかないといけないのと、とにかく的がでかい、いやでかすぎだろこれ。こんなに的がでかいと守りきれるもんじゃないわよね。というかすでにビッグトレイのゲージが半分近くまで削れてるわね。それに比べてジオンのゲージは、明らかにペース配分が間違っているぞ。麻婆ナス定食を頼んだのに麻婆ナスだけ先に食べきってご飯が滅法余ってしまっているくらいペース配分ミス。それはペース配分ミスね。最初から麻婆ナス丼にしておけばよかった。気がついた時にはとすでに時間切れ、今は玉切れ。ちょっと真剣に敵を撃退していくとしよう。とにかく四方八方からジオン兵が湧いてくるのでビッグトレイ周辺から離れないようにする。敵が湧いたら即座に対応。とにかく遠距離からでも当てやすい優しい標的ビッグトレイ。左のザクは長距離砲みたいの持って明らかに遠距離から狙撃するつもりね。危険極まりない奴なのじゃブラックリスト入りじゃな。じいさんずっと玉切れじゃないのよ。こいつ、リロード遅いぞ。こうなったら近寄って蹴るなブールじゃ。使っとるやないかい。しかもビッグトレイに撃たれておる。いや、なんなのこいつ助けてやってるのに撃つとかマジでありえないんだけど。じいさんご立腹。さてビッグトレイのゲージがちょうど半分。ジオンのゲージはまだ半分以上となっておりますね。まだ連邦の方が不利な状況が続いていますが、ビッグトレイを離れて崖上まで来てしまったが大丈夫か？いやわからん。わからん。上に来すぎたから戻るのじゃ。このザクを倒そう。崖上に追いかけたのは握手だったかもしれない。将棋で言うと威力な上に周りに金銀がいない状態に等しいな。無防備が過ぎるわね。藤井聡太もびっくりよ。陽気のジムはようやっとるな。めちゃくちゃ敵を追い回しているわね。なかなかビッグトレイゲージとジオンゲージの差がひっくり返らんな。そりゃやられまくっているからね。あ、そうでした。レーダーにまた2機の反応が出てきたな。とっとと倒しちまおう。てか、これ圧倒的に不利だろこっち。向こうは敵と撃っても当たるからね。こっちは米粒以下の大きさの敵に当てなくちゃならんからな。ビッグトレイも少しは動いてくれれば良いものをじっとしておるからな。ミデア輸送機はここまで大きくなかったから楽だったけど、容赦なくゴリゴリと削られていっているわね。あ、このグフ。こら何やってんだ。なんか、ドラえもんの雷さんみたいな感じになってきたわね。大事なビッグトレイにいたずらをしに来る許せん奴らじゃ。近所の悪ガキを追っ払うミッションといった方がしっくりくるな。ビッグトレイももっと自衛頑張れ。崖にガンガン撃ってるしな。こやつ、わしよりエイム悪いじゃないか。運が良ければ当たるだろうみたいな感じでやる気がないぞい。ビッグトレイのゲージが風前の灯火になっているじゃないの。あららららららら随分と削れちまったな。ちょっとあのザクも粘り腰だし、ビッグトレイの攻撃を避けたところにわしのビームライフ。やられちまやられちばーじゃった。置き配ビッグトレイはあっけなく破壊されてしまった。というかわらわら来て鬱陶しんじゃゴルは。ああ大爆発ね。オデッサ作戦失敗の図よこれ。呆然と立ち尽くすガンキャノンの図。噂にたがわぬ難易度ね。とにかく敵の方が圧倒的有利な条件になっているから。
とっとと敵を倒していかないとガシガシとビッグトレイが削られていくのじゃ。これで難易度ハードというのが信じられん。シャアが出てきたニューヤークベリーハードより厳しい感じじゃぞい。というわけでリベンジなのじゃ。ここは一発リベンジと決め込もうじゃないか。そして視聴者さんがさすがメリジーサス G とコメント欄を称賛の言葉で埋め尽くすのじゃ。G さんフラグを一生懸命立てているようにしか見えないわよ。さてさて、今回の出撃モビルスーツはガンキャノンも乗り慣れた陸戦型ジムも消耗しておるので、次に星の多い陸戦型ジムを選択することにした。乗り慣れた、我がジム。花の香りを添えて。なんで新日本ハウスの歌なのよ。よし行くぞだけによし行くぞとリベンジに気合を入れたのじゃ。うまくまとめた。いやうまくないわよ。あの歌古すぎて久々に動画見たらよし行くぞめっちゃくちゃ若くて焦ったわよ。さてさて容器は何にするか。よしドムじゃ。ドムとジムのコンビ。コンビ名はコンビ名はジドム。ダッサ。ジムとドムでジドム。ダッサ。ジムのムとドムのムが重なる奇跡のハーモニー。それがジドム。それが、じゃないのよ。ということでビッグトレイ防衛第2回戦参るぞ。ドムがすっ飛んでいった。ドムがそっちならわしはビッグトレイ側に急ぐのじゃ。結構開幕から削ってくるからね。あのグフ好き放題やりおってからに。やらせはせんやらせはせんぞ。開幕で思った以上に削られたわね。まあ、でもまだ互角くらいじゃジオンのゲージと、奥に敵が一気っておるな。味方に命中してるわよ。ビッグトレイに当てた。守るつもりが攻撃しとったわい。ジオンに目が入ったのか。おっと敵さんもドムが出てきているな。結構近くまで取り憑かれているわね。加減がうまく薄いぞ何やってんの。今こそブライトの知った激励が必要な時じゃないか。このビッグトレイにはブライトいないけどね。この似たようじゃ状況で喋るネタも大変なのでバンナムホールディングスの株価情報を。なんか左にキャンドルチャート出てるわね。2024年11月29日現在のキャンドルチャートじゃな。編集時点で3152円となっておるな。この日は下げておるな。直近では3250円付近の上値を超えて年初来高値に近づいたがまた下げてきているところだな。ここで再び上がるかどうかというところじゃな。年初から見ると500円近く上げているの株価だけ見ると2024年は好調と言える。G さんはバンナムの株は持っているのか？いや持っていないぞい。ちなみに業績はかなり好調なようじゃな。トイホビー事業ではガンダムシリーズのプラモデルやコレクターズフィギュア等の大人向けの商品の強化が好調だったとなっておる。株価は業績を反映しておるようじゃ。なるほどねまさか現代においてもガンプラが会社を支えているとは思わなかったわね。といったところで今後もガンダムはガンダム事業に力を入れていくとわしは予想しておるぞい。まあ、G さんは昔のゲームをやっているから直接的に関係ないと思うけどね。で、現在の戦況じゃが、なんと我が軍優勢じゃないか。あらやだ本当ね。ジオンゲージのヘリに比べてビッグトレイのヘリが少ない。今度はちゃんと麻婆ナスと白米のペースがいいわ。むしろ、おかずがしっかり残っておかわりできそうな勢いじゃないの。さあ視聴者さんさすがメリジーサス G のコメントの準備をするのじゃ。2機ブレー。あれ？今気がついたけど走行減っているわね。200台になっているわね。まあジムだから最初から少なかったのかも。なんかビッグトレイの上から何度も落とされている感じがしたけど大丈夫か？大丈夫じゃい。でもビッグトレイはしっかり守れているから自分が被弾しないように気をつけないとね。気をつけないとな。ザクアベシ。またやられた。めちゃくちゃ落下しておるな。いいペースで来ているのに、ここでやられるわけにはいかんのじゃ。危な、シールドあってよかったな。オートガードで助かった。あ、シールドもげた。もげちゃった。やられちゃった。なかなかどうして敵さんも手強いな。ソブッシュ革命、わしを無視ボラリノール。なんなのよボラリノールって。ボラリノールのパロディ。意味がわからないわね。さっきの3連撃はビッグトレイに撃たれたみたいじゃな。ちょい G さん残り2桁になってるじゃないのよ。なんかダメな匂いがプンプンしてきたぞ。レイム君、諦めたらそこで試合終了ですよ。安西先生、ビッグトレイが守りたいです。いや、守れなさそうだぞ。おい、諦めたらそこで試合終了ですよ。試合終了になった。本当にやられちばーになってしまったな。ジム爆散した。猛烈に頑張るとこうなるのか。なんじゃ。視聴者の皆さんさすがやられ G サスやられ G のコメントで埋め尽くしてあげてください。なんか救済措置が来たのか？ハイパーバズーカが支給されたな。前方にお情けをかけられるとは、屈辱なのじゃ。ということで今回はガンダムを出す。あら、エース機を投入するのね。ここは支給されたハイパーバズーカではなくビームライフルで行くぞい。取り回しいいもんね。で陽気じゃが、ここはあえてジオンの各シリーズで行く。おめえの出番だぞ白ズボック。出た白ズボック。白ズボだ操る白ズボ。ガンダムと白ズボだのコンビ名は、ガムシロだ。なんなのよそれ。なんとなくじゃ。さて、今度こそエース機を投入するからにはクリアしたいところじゃわい。ガンダムでクリアできなかったら切腹ね。いきなり罰ゲームがハードモードになっているな。まずはいきなりビッグトレイに取り付くドムを撃退するのじゃ。なかなか当たった。
ちょっと削られたがいい感じじゃ。ズゴックが手こずっているので支援。最初のザクに手こずっているみたいね。こっちに飛んできた。ゴキブリみたいに言うな。撃ち落としたったわ。ガンダムのビームライフルはやっぱり強いな。なんかいい感じで敵を撃破してくれるぞ。あのモビルスーツは戦艦何のビーム砲を持っているのか。ジオンの人たちからしたらやりすぎじゃないって絶望的な話よね。そんな当たったら終わりのお渡し機をモビルスーツ戦に持ち込まれると思ってなかったじゃろうな。やっぱり悪魔言われるわねこれ。しかしガンダムはやっぱり高性能じゃな。キビキビ動くし火力が尋常じゃない。ゲージを見ているとその強さが伺えるわね。これまでとは全然違うぞい。いけるいけるぞい。ついにビッグトレイの呪縛から解き放たれるとき、あいたたたたた。背中を切りつけられた。この部分め、調子に乗ってやってきたのじゃ。返り討ちじゃわい。そしてまた来た。冗談ではない。でシャアのセリフでズゴックごとグフを打ち抜いた。大きな成果の前には多少の犠牲は仕方ない。さあ、どんどん来いどんどんやってやる。調子に乗ってきたな。乗るしかない、このビッグウェーブに。この調子というビッグウェーブ。調子って大波は乗るとろくなことがないんだけど。俺に乗るとやけどするぜ。やけどするのはじいさんの方だけどな。ジオンのゲージはすでに半分近く。ビッグトレイは新品同様なのじゃ。それは言い過ぎだけどまだまだ余裕あるわね。ジオンにガンダムの脅威を叩き込むいいチャンスだな。もう電波があちこちですり込んでいるから大丈夫。GG ガンダムもなかなかじゃぞ。G ファイターから落っこちたガンダムがいるって有名になってそうね。前回の恥ずかしい場面を思い出させるなよ。あれはあれで伝説じゃな。まだの人はパート10を見るといいのじゃ。これを見るとシャアの言っていることが間違っているって思うわよね。どういうことじゃ？モビルスーツの性能の違いが、戦力の決定的差ではないということを、教えてやる。この戦況を見る限りどこをどう見ても決定的な差になっているわ。確かに。全く歯が立たずクリアできるか不安じゃったが、ガンダム出しただけでこんなことになるとは。テムレイも恐ろしいもんを作ってしまったものじゃな。なんか使ってて思ったのはビームライフルが異様に高性能ってところじゃな。バンバン当たるしガンガン倒す。エイムもいければ高出力。盾が半壊した。そういえばダメージもあまり受けてないわね。この辺も楽なゆえんじゃろうな。ジムより耐久力が高すぎる。高性能で安全安心。ガンダムはモビルスーツ界の原付じゃ。すごい例えが飛び出てきましたね。ガンダムは快適な戦場を提供します。戦場に快適を求めちゃダメなのよ。全く敵を寄せ付けない圧倒的な強さじゃな。何気にズゴックは張り切っているのよね。前回もそうじゃったがズゴック頑張っておる。縦横無尽に駆け巡っておるのじゃ。わしより活躍しているかもしれんなあれ。白ズゴだすごいわね。あら絶対にガンガン行こうぜになっている。いやむしろ指示不可でガンガン行こうぜしかないな。ジオンのゲージも残りわずかになってきたな。ここからは話す内容とタイミングをちゃんと考えたいと G さんにぶった切られるからな。かなり余裕のある状態じゃ。あとはなるべくガンダムにダメージを与えないで終わらせることが大切じゃな。めちゃくちゃ切りつけられながら言うことか。ここに来ても大ダメージはつれえ。盾も壊れた。このグッズなランバラルの生き残りか。ランバラルの生き残りって怖すぎるだろ。あいつ V だけでも生きれるのかよ。今のはランバラルのヒゲじゃ。ヒゲだけでグフを操るってもはやホラーだろ。あのグフ倒せば終わりそうじゃ。ここで、風に逃げたずるいぞ。こうなったらサーベルでやってやるわい。やられとるわい。最後の最後でまたダメージはつれえ。愚か者ねえ。なんか綺麗に収まった感じ。タイミングベストじゃったなバッチグーじゃ。バッチグーって。ということで中盤の難所を3回目にしてようやくクリアじゃ。動画の尺的にはちょうど良い長さになったわね。今回はこのビッグトレイ護衛がいかに大変か、皆さんに見てもらいました。まあ、G さんの腕の問題も多々あった気もするけどね。わしは世界一ゲームが下手なんじゃー。というわけで今回はここまでです。ここまで見てくれたあなたはきっとわしのファンなのじゃ。よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるわ。チャンネル登録をしてくれると G さんは小躍りして喜ぶわよ。ずうずうしいことを言うようじゃがメンバーシップもあるので、わしのゲーム活動を支援しても良いと思う人は検討してもらえると嬉しいぞい。お願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。大変じゃったー。ビッグトレイの護衛って舐めてたら甘かったわい。難儀してたわね。最終的にはガンダムの強さを思い知った感じだったわね。めちゃくちゃ楽ちんになったわい。今度から困った時のガンダム頼みになりそうじゃわい。クリアできそうもない時に出すモビルスーツになりそうね。